ジャニーズ WEST 桐山明人とジャニーズ WEST 中間淳太のレコメン。さあ、文化放送からお送りしますレコメンですが、さらんとですね、先ほど来週も、もうその宇宙初解禁があるところをね、私伝えましたけども、実はなんとですね、ニューシングルメイジーナイトの収録曲、フルタイムラバーの宇宙初解禁もあるそうです。ハマってんの？どういうトイレとか。じゃあ待ってますよ。なんでや、あかん。あ、いや、進んだって、それは。なんで待つねん。まだやっていいね、これは。俺そういうとこ疎いんだよね。勘が悪い。フルタイムだからね。さあ、ということでございまして。さあ、今日はですね、とんかつを食べて30分で眠たくなってしまうレン君のエピソードが聞けるな。言ってもな、エピソードも弱いし。30分ですよ。何分で眠たくなる？何分やろ。レンよりか遅いかな。あ、そう。しんちゃんは？俺は2時間ぐらいかかるんちゃうかな。ああ、そうなんだ。俺ほんと小焼きの話よ。俺1時間。実はトイレやろ。じゃあ待っとく。もう言ってねや。さあ、お願いしました。この後は、キングキャプリンス永瀬廉君のレディオガーデンです。キングプリンス永瀬廉のレディオガーデン。こんばんは、キングプリンスの永瀬廉です。最近はね、歌番組に出させてもらうこと多かったですよ。プレミアムミュージック特番のね、ケント君とショーの司会のやつで。いや、すごかったっすよね。いや、もうケント君はもうさすがとしか言いようがなくて、ショーもちゃんと噛まずにというか、いや、なんか、ほんまに新しい一面というか、で、明治ナイト初披露やったから、この日が。すげえみんな緊張してて、もうショーとかだからもう MC もあったからね、俺らの2倍、2、3倍緊張してたんちゃうかなっていうぐらいの。でも、僕はノーミスで、初披露、再生曲、スタートすることができました。よかったーと思って。どうでした皆さんさ、初めて見た時の感想というか、パフォーマンスも含め。なかなか踊ってたでしょう。もうあの曲3年後踊れないわ、多分俺も。っていうぐらい踊ってるのよ。でも、MV を最近見て完成したの、一足先にね。よかったよ。よかった。なんか前回のシングルが去年の8月よね。多分すごい空いてるわけやから、もう皆さんの期待値がガーンってなってる状態よね、多分ね。ちゃんと期待通りになってるかなっていう感じのぐらいのクオリティの MV に仕上がってます。もう少々お待ちいただけたらなって思います。それでは今夜もレディオガーデン始めていきましょう。文化放送からあなたにお届け、キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。今週の音楽事件簿。永瀬廉そしてキング&プリンスの周りで起きた事件を見出し風に紹介し、それについて話していくトーク企画です。まず最初の見出しはこちら。速度制限にかかるでございます。いや、これ結構前の話になっちゃうんですけど、僕映画の撮影で移動時間がすごい長いんですよ。もういろんな地方に行ったり撮影なんで、行って帰ってくる合計の時間としてはもう5、6時間の日とかもあるんですよ。ずっと車内でっていうので。で、もう僕その時にもうやることないんで、ずっと動画を見てたんですよ。で、そういう日々が毎日続いて、速度制限かかってしまったんですけど、僕月に使えるギガ数が60ぐらいあるんですよ。えげつないぐらいあって、で、僕、速度制限なんかそんなにあるもんやから、かかってなくても何年も。で、あれ、通信速度遅くねみたいな、ある日ね、思って、携帯会社のやつ見たら、あなたは今低速状態です、みたいな。マジかと思って。でも僕もその60ギガっていう制限あるの忘れてたから、もう無制限として使ってたのよ。もう忘れてたから。で、その更新の日あるじゃないですか。その速度制限解除の。まで1週間くらいあったんですよ。だからもう、相当なペースで見てたんやなと思って、もうしょうがないから人生で初めてギガ買って、いや、あれ高いんですよ。あれ意外と。1ギガ1000円とかするから。で、1ギガなんか秒なんですよ、僕。
もう10ギガぐらい買っちゃったね、俺、その時。その月だけ。だからもう、70ギガ使いました、俺、その月。すごいよね、びっくりして、俺。何の動画見てたかというとね、俺なんか最近、自分がやってないゲームの実況動画見んのすげえハマってて、まあ、やってるゲームならまあ、わかるんですけど、やってないゲーム、全く関わりのないゲームの実況見るのすげえなんかハマってて、そういうの見たりとか、あと、その動画サイト、上に更新するじゃないですか。で、あなたへのおすすめがすごい出てくるじゃないですか。あれ良くないと思うんですよ、僕。無限に見れちゃうわけじゃないですか、だから。違うジャンルのも含め。そう、好みの。だから誘惑がすごいんですよね。あれ良くない。ギガによろしくないよね。ギガによろしくない。そう、だからその時にね、ゲームもそうやし、あとなんか海外の人が、何もない場所から、もう自分で何ヶ月もかけて手作業で土とか掘って、まあ、プールみたいな、作るっていう動画にハマってて見るのに。あとは、全裸で、無人島で過ごす動画、サバイバルよね。だから、謎に見てみたり、違うな、なんか急に出てきて、サバイバルの動画あなたのおすすめで、なんでこんなんおすすめされてるんやろうと思って見てみたら面白くて、それが。っていうのを見たり、なんか幅広いジャンルの動画を見てたね。ゲームもゲームで最近さ、いつもやってる10のゲームも飽きてきてやれてない期間もあって、で、自分も下手になってるのっていうのがあって、それちょっと飽きてきて、なんか面白いゲームないかなっていうのを A 君と話してるんですけど、いつものね。そう今探してて、だからもうなんか動物と戯れるゲームでもハマろうかな思って。今流行ってるじゃないですか、なんか。俺、あれなんか、やったことないんですよ。シリーズを。で、なんか僕、ちょっとそのゲームに対して、なんかちょっと思う部分があって、不満じゃないけど、僕のイメージですけど、最初おいでよだったんですよ。で、次集まれ。で、次飛び出せみたいな。だんだん命令口調になってんですよね、あのゲーム。ちょっと俺、それちょっと、なんか権限は向こう分かってんな、みたいな。すげえ気になってて、ちょっとあんまなんですよね。けど、そう、おいでよ、集まり飛び出せ。すげえなんか口悪くなってってんですよ、どんどん。あのゲーム。それちょっと気になってたんですけど、でも周りの人がみんなやってるもんやからちょっと気になってて、今回集まれ。集まれか。おいでよじゃねえんだ。あんま行く気なんねえな、森に。命令されてるから。そうだから、ちょっと、やってみようかな、みたいな感じですかね。こんな感じです。速度制限来ちゃったのよ。みんな気をつけてね。もう予想以上に低速なるよね、あれ。例えば、ヤフーとか調べ物するときもさ、2、30秒待たなあかんみたいな。2、30秒言い過ぎたけど、でも俺の体感そうなんだよ。待ち時間2、30秒ぐらい感じちゃうから気をつけてね、みんな。あと、ギガは買わない方がいいよ、本当に。高い。1ギガなんか秒やから、ほんま。こんな感じです。続いての見出しはこちら。永瀬廉。友達の優しさに触れる。また優しさに触れちゃって最近。まあ映画の撮影が、もう夕方前に終わって、で帰ったらちょうど晩ご飯の時みたいな。その時やったらとんかつ食いたくて僕、ありませんなんかとんかつ、今日とんかつ食わな、死ぬみたいな、そういうテンションの日。僕その日がたまたま重なってもうて、急やけど、あと1時間後に集合してくれる友達おらんかなと思って、結構いろんな人声かけてたんですよ。振られまくっていろんな人に。で、一人、結果捕まったんですけど、その子、家横浜の方なんですよ。だから都内出てくるの1時間かけてきてもらって、で、いざとんかつ屋さんに食って、あ、うまいねーなんて話しながら食べてると俺すげえ眠くなって思って、あ、これはあかんわと思って、30分で解散したんですよ。もうちょっと今日眠いわっつって、解散でっつって、そう、もうどうしても眠すぎても会話もままならないのよ。もうとんかつのね、もうお腹いっぱいにもなってたし。で、それで、友達もだから1時間かけて帰ってまた。だから、計算すると、行き帰りで2時間、とんかつ食べてた時間30分なんですよ。さすがに俺も悪いと思って、マジごめんなと言って、
でもちろんお会計出してあげて、もうめちゃめちゃいいとんかつなんだよ、それ。めっちゃ美味しい。で、満足してくれて、ごめんなって言ったら、全然いいよ、全然いいよ、みたいな。優しいよね。いや、俺やったら絶対怒るもんね。ふざけんなよって言うもん、俺やったらね。その人の誘い乗らんもん、俺やったら次から。マジ申し訳なかった。で、もう一つあって、同期の正門義則、A グループの話なんですけど、まあ仕事早く終わって、飯食いてえなと。またね、そう、同じぐらいの時間に。一人で行くのちょっと寂しいなと思って、まず、大悟に電話して、今日仕事やわ、みたいな。で、正門電話しようと思って、今どこおんのって言ったら、今大阪やで、つって。で、僕最初冗談で、じゃあ、3、4時ぐらいやったんで、じゃあ19時にここ来てって言って URL 送るからって言って、いや俺、大阪やぞってなって、最初僕もはぁってなってたのよ。でもちょっと口説きまくって正門のことしたら、行こうかほなみたいななって、来てくれようとしてたんですよ。で、ちょっと時間経って電話かかってきて、マジで来てくれるテンションやったの。結構ガチめに。で、分かった、じゃあちょっといろいろ準備するわ、みたいな。で、電話かかってきて、ごめん、明日急に打ち合わせ朝から入ってもうたから、ちょっとどうしても無理になってもうたわ、みたいな。でもちゃんと来てくれようとしたんですよ、あいつは。2時間半よ。だから、横浜の友達の日にならないのよ。だから5時間かけて、往復でね、来て、まあ俺が眠かったらまた30分よ。それはもうだいぶひどい話ですけどね。さすがに30分以上おるつもりやったけど、にしても5時間かけてさ、飯食うために東京来てくれる正門の懐の広さね。そりゃ、俺も好きやわと思って。なんかでも、正門の話を後にしちゃうとさ、その横浜の方の友達がかすんじゃうけどさ、相当いいやつよ。横浜の方も2時間かけて来てくれるわけやから。だからお互い俺がこういう性格なんだを知ってるから、多分、知った上で付き合ってくれてるわけやから、俺も大事にしようって思うし、すごいよね。旅行よ。2時間半っていう時間。で、飯だけのために来てくれようとする正門。そして30分しかいなかったのに、2時間かけて移動を会いに来てくれる友達に感謝です。ありがとうございました。一人ご飯でもいけるのよ、俺。いけんことはないねんけど、ちょっとどうしてもとんかつを人と分かち合いたいというか、その美味しさをね、おすすめしたかったっていう俺の、ちょっとなんていう心情があったりとか、で、正門の方は完全に今日一人は嫌やなっていう、感じやったね。もういつも出前やからさ、出前をパクパク食べてるから、人と喋りながら食いたいなっていうのもあって、かけさせてもらって。なんかこういう俺も優しい人になりたいね。なんか少しでも会えるならというか、少しでも顔が見れるならというか、そういう心意気見せていきたいと思います。そんな感じです。ということで、以上今週の告示見簿のコーナーでした。それではここで一曲をお送りします。初解禁でございます。King&Princeでフルタイムラバー、どうぞ。King&Prince永瀬廉のレディオガーデン。
今夜もエンディングの時間になってしまいました。ここで僕、永瀬廉からのお知らせです。キング&プリンスのニューシングル、メイジーナイトがドラマ、未満警察ミッドナイトランナーのダブル主題歌です。ぜひチェックしてください。そして永瀬廉が主演を務める映画、弱虫ペダルが8月14日に全国公開されます。お願いします。この番組では皆さんからのメールを募集しております。質問や感想を伝えたいことなどどんなことでもいいのでメッセージを送ってください。メールアドレスは len@joqr.net ren@joqr.net です。いよいよお別れの時間ですが、先日放送されたね、内容でエンディングでちょっと雑学の方を募集しましたが、なんと早速届きました。楽しみ。なんだろう。岡山県はゆいちごさんにいただきました。雑学。ゴリラは嘘をつく。ほう。手話で人間と会話できるゴリラがある日洗面台を壊したそうです。研究者たちがその事情をゴリラに尋ねると子猫がやったと答えたそうです。もちろん子猫は洗面台を壊すことができないので嘘はすぐバレたそうですが、レン君の友達のゴリラも嘘つきますか？ゴリラ嘘つくんか。はあ。すごいね。ゴリラがゲップしたり、マジで人間っぽいというか、そう、俺の友達嬉しい時ゲップするけど、嬉しい時ゲップするもんおかしいけど、嘘はつくよ。そりゃね、嘘っていうか、冗談に近い嘘っていうか、その可愛い感じですけど、ゴリラばっかりやな、俺の友達はじゃあ。ウフォ周り。ゴリラ嘘つくんだ。ゴリラブームね、好きだね、なんか最近。バナナに親近感湧くのよ、だから。そう、ある日、犬か猫になりたい日が来て、俺撮影中。そう、犬か猫になりたいなと思う日が来て。なんかその日は、そう、思ったの、そうやって。天気も良くてポカポカしてて、で撮影してたから気持ちよかった。全部のシチュエーションがなんかこういう日は犬か猫になりてえなと思って、誰かの膝の上でみたいな。でその流れでゴリラもいいなっていう感じだったと思うんですけど、ウフォウフォしたいっていう、そうウフォウフォしたいってどういうことなんやろうね。そうだからその後メスゴリラ探しに行きました、僕は。なんちゃってありがとうね、雑学。こんな感じでまたお時間があればね、教えていただけると嬉しいなって思います。お相手はキング&プリンスの永瀬廉でした。それではまた来週、バイバイ。